はい、今回はアルピーヌの工場、組み立て工場に行ってきました。ですね、パリからだいたい北西に200キロ、車だと2時間半ぐらいの場所にあるんですけれども、正しく言うと、マニファクチュール・アルピーヌ・ディエップ・ジャン・レデという名前の工場、俗に言うディエップ工場ですね。で、中に入ってみますと、パッと見て、ロボットが少ないっていうイメージがあるかもしれませんね。車はオールあるんで、この銀色に見えているところが、パネルですね。そこに今接着剤とか、あとリベットを打ち込んだりする作業をロボットが担当しています。で、ほとんどのところが手作業によるもの、もうね、本当に今の工場から考えたらね、だいぶ工員さんが自分で今リベット打ってますけれども、そういうシーンが多くて手作りというイメージがありました。ディエップ工場の従業員の数は、これを取材したのが2020年10月だったんですけど、その時点で450人で、この中には臨時従業員の方122人も含むということでした。で、この工場は女性の比率が 17% って言ってましたけれども、組み立て工程とあと塗装工程にも、多くいらっしゃるということでした。ロボットが今接着剤を塗ってるところですね。で、この後ロボットが、これと対になるパネルのところまで持ってって接着で、さらには、リベットで固定という、パネル同士はね、溶接ではありません。ほとんどが、接着とリベットです。はい、ここでパネル同士をくっつけ終わると工員さんが入ってきて、さらに手でねリベットを補強して打っていくという工程がここでは繰り返されます。ボディはフルアルミなので、蝶つがいとかね、そういうのも全部アルミですよ。ちょうど今ここでは接着剤の処理をしてますね。はみ出たところを取ったり、作業が丁寧に行われています。今リベットを打った場所とか確認できますけどね、結構短いピッチでリベットが打たれていますよね。こうやって機械がやった後は必ず人の作業が入ると、もう本当手作業という感じがずっと貫かれています。はい、パネル同士、今度はフロントフェンダーですね。これを取り付けてリベットもしくはここはボルト止めですねにしていきます。だんだんアルピーヌ H10 の形がはっきりしてきました。アルピーヌというのはジャン・レデレさんによって1955年に立ち上がった会社です。で、その後1969年にここディエップに工場を建設して創業開始なので、今年2022年は創業53年ということになりますね。で、最初に生産したのは A106 とか A108 という A110 の前の車たちだったんですね。で、その後、A110 の生産が1961年もしくは62年と書かれている資料もありますけれども、テスト用あるいは量産用がその辺で立ち上がった生産が始まったということです。
それでこのディエプ工場というのはその後1973年にアルピーヌと、ルノーの提携関係が結ばれるとだんだん生産台数が増えていくんですね。でその増えていった部分というのはアルピーヌ社以外にも生産したからなんですけど、ルノーの高性能モデル、例えばサンクアルピーヌであるとか、そういったものが生産が入ったのと、あとね、ルノーのエスパスなんかもここで一時期作られてたんですね。2000年前後なんですけれども、結構ねその頃の生産台数多かったんですよ。年間だいたい2万5000から3万台近くまで、今、1日18台だから1週間でいうと ×5 ですから、90台ですかね、それぐらいだから年間でいうとだいたい3000から4000ぐらいの生産台数に今はとどまっています。こうやって、キャリアの上にね1台分のパーツが規則正しく乗っかっていて、これをその目的の1台に組み付けるという工程ですね。今ここ組み立て工程の見せ場、山場といいますかね、エンジンとトランスミッションとリアサスペンションをボディにくっつける、言ってみれば結婚、フランス風で言ってみればマリアージュみたいなね工程なんですけれども、一番の見どころですよね。ここで一気に車の形がもうその走るものへと変わるところです。でラインはねものすごく遅く見えるんですけれども、こうやって工員さんたちは結構テキパキ動いていて、決してのどかな雰囲気ではありません。あとこの車はドアがつけばもうほとんど完成、またガラスがついてますよね。もう組み立て工程でもだいぶ最後の方、ちょうど今ねドアを組み付ける、こういう重たいものを持つそのパワーハンドみたいなねものを使ってここまで引っ張りますが、ここからはやっぱり手作業、そりゃそうですよね。勘どころも非常に必要となるところだと思うんですけど、手際よく作っていきます。はい、これは今リアの隙間を測っていましたね。カーグラフィックにあった長期テスト車もそうなんですけどね、開けると結構今のプラスチックパーツとトランクリッドの隙間が狭くなるんですよ。だからきっちり見てますね。今これは品質管理の塗装の、状態であるとか、その他完成品としての品質管理をしているところです。もうここが組み立てラインの次に来るところで、もうすぐ完成。もうここをパスした車はこうやって、次の、工程に行くんですけれども、次の工程というのがここですね。完成車検査、ほんと短いコースなんですけれども、工場内に、こうやって段差を乗り越えたり、あとハンドリングをちょっと軽く試したりするところがあります。ここの敷地から外に出るケースもあるようで、合わせて 7,8 キロに及ぶテストをすると言っておりました。
はい、ここはですね A110 の完成車と、あと横に F1 が置いてありますね。工場見学をする人は絶対ここに来て、こう2台を見て、その後ろにあるものはあれは何だとなるんですけれども、これフランス語で書かれているのを日本語に訳しますと、私たちの未来を築くことを誇りに思う、つまり未来の車をちょっと見せてるわけですよね。これが何かというと、2026年までに3車種新しく 100%EV をアルピーヌは市場投入すると言っていますが、その中の C セグメントクロスオーバー、通称で GT クロスオーバーなんて彼ら言ってましたけど、2025年までに、導入する。でその車をここデュエプで生産するということを意味しています。今ルノーグループは電気自動車の時代に向けて非常に経営を変えていこうとしています。それをルノーリューションなんていう言葉で表現したりして、ルカ・デ・メオ CEO が説明したり、いろいろな動きがあるんですが、その中でもやっぱアルピーヌというのは今まではどっちかというとノスタルジックなメーカーだったのが、先進的で、アグレッシブで、あとスポーツ魂は忘れないというところに行こうとしています。でその中でディエプの工場がどう変わってるか、言ってみればその前夜を見に行ったわけですけどね、 A110 が淡々と作られる中でああいったポスターが貼ってあったり、あとはこの後ちょっと行くんですけれども、研究所では電気自動車の研究をしていたり、ちょっとずつそういった改革が近くに来ている、変わるんだなと思いました。以上ディエプ工場の見学記でした。